春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、パトロールする AI エネミーを作成してみようと思います。AI エネミー作ってみた、その2パトロール。早速、作ってみましょう。1、パトロールルートアクターの作成。AI エネミーがスプラインに沿って行ったり来たりするパトロールルートアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP パトロールルートにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを追加します。イベントグラフに移動します。カスタムイベント EV インクリメントパトロールルートを作成します。スプライン上を移動するために、1、ポイントの増減処理を作成します。変数を2つ作成します。変数パトロールインデックス、インテジャー型を作成します。変数パトロールインデックスは、現在のスプラインポイントのインデックスです。変数ディレクション、インテジャー型を作成します。変数ディレクションは、進行方向です。詳細パネル、バリューレンジをマイナス1から1にします。マイナス1は更新、1は前進です。変数パトロールインデックス、セットノードを配置します。カスタムイベント EV インクリメントパトロールルートにつなぎます。変数パトロールインデックス、ゲットノードを配置します。変数パトロールインデックス、ゲットノードより、アドノードを配置します。変数ディレクション、ゲットノードを配置します。アドノードにつなぎます。アドノードを変数パトロールインデックス、セットノードにつなぎます。パトロールルートのエンド位置に到達したかどうかを判定します。変数パトロールインデックス、セットノードより、イコールノードを配置します。イコールノードより、ブランチノードを配置します。変数パトロールインデックス、セットノードにつなぎます。パトロールルート上のスプラインポイント数を取得します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットナンバーオブスプラインポイントノードを配置します。スプラインポイントは0からカウントしているので、1引きます。ゲットナンバーオブスプラインポイントノードより、サブトラクトノードを配置します。下のピンを1にします。イコールノードにつなぎます。エンド位置に到達したら、進行方向を逆にします。変数ディレクション、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。マイナス1にします。スタート位置かどうかを判定します。変数パトロールインデックス、ゲットノードを配置します。変数パトロールインデックス、ゲットノードより、イコールノードを配置します。下のピンは0にします。イコールノードより、ブランチノードを配置します。エンド位置判定のフォールズにつなぎます。スタート位置の進行方向を指定します。変数ディレクション、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。1にします。レベル上のスプラインポイントの位置を取得します。関数を作成します。名前を GetWorld Location at スプラインポイントにします。エントリーノードを選択します。詳細パネル、アウトプットに変数を追加します。変数名スプラインポイントロケーション、ベクター型を作成します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットロケーションアットスプラインポイントノードを配置します。変数パトロールインデックス、ゲットノードを配置します。ポイントインデックスピンにつなぎます。レベル上の位置を取得したいので、コーディネートスペースをワールドにします。ゲットロケーションアットスプラインポイントノードのリターンバリューをリターンノードのスプラインポイントロケーションにつなぎます。コンパイルして保存します。BP パトロールルートをレベルに配置します。オルトキーを押しながらドラッグして、ポイントを作成します。AI エネミーはインプットキー 0.0 からスタートし、端に到達したら逆に進行します。2、パトロールルートの割り当て。パトロールルートを AI エネミーに割り当てます。DPI エネミーベースを開きます。変数を追加します。変数パトロールルート。DP パトロールルート参照型にします。インスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。レベルに配置した AI エネミーを選択します。詳細パネル、デフォルト、パトロールルートで、
レベルに配置した BP パトロールルートを選択します。3、パトロールルートタスクの作成。パトロールルートに沿って AI エネミーが移動するタスクを作成します。ビヘイビアツリー BT AI エネミーベースを開きます。新規タスク、BT タスクブループリントベース。名前を BTT ムーブパトロールルートにします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。一旦、下に落とします。パトロールルートを取得する BTI 関数を追加します。BTAI エネミーを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BTIF パトロールルートにします。詳細パネル、アウトプットに変数を追加します。変数パトロールルート、BP パトロールルート参照型を作成します。コンパイルして保存します。BTI エネミーベースを開きます。インターフェースに BTIF パトロールルートが追加されています。ダブルクリックして開きます。変数パトロールルート、ゲットノードを配置します。パトロールルートピンにつなぎます。コンパイルして保存します。BTT ムーブパトロールルートでパトロールルートを取得します。コントロールドポーンより、is バリットノードを配置します。コントロールドポーンより、BTIF パトロールルート、メッセージノードを配置します。is バリットにつなぎます。パトロールルートを所持していれば、レベル上のスプラインポイントの1を取得します。パトロールルートピンより、is バリットノードを配置します。パトロールルートピンより、関数ゲットワールドロケーションアクトスプラインポイントを呼び出します。is バリットにつなぎます。取得したスプラインポイントの1に移動します。スプラインポイントロケーションより AI ムーブ2ノードを配置します。コーンピンとコントロールドコーンピンをつなぎます。移動したら次のスプラインポイントを取得します。パトロールルートピンよりカスタムイベント EV インクリメントパトロールルートを呼び出します。オンサクセスとオンフェールにつなぎます。最後にフィニッシュエクスキュートノードをサクセスを有効にしてつなぎます。コンパイルして保存します。4、ビヘイビアツリーにパトロールルートタスクを追加。ビヘイビアツリーにパトロールルートタスクを追加します。前回作成したチェイスターゲットを一旦切断します。シークエンスノードを配置します。名前をパトロールにします。シークエンスノードよりBTT ムーブパトロールルートを追加します。保存して閉じます。起動してみましょう。AI エネミーが最初のポイントに移動して、スプラインに沿って移動してますね。ブレーキングディスタンスとブレーキングフリクション。ポイントに到達するとき、AI エネミーが減速しています。挙動がおかしいですね。BTI エネミーベースを開きます。コンポーネントパネルで、キャラクタームーブメントを選択します。詳細パネル、ナビゲーションムーブメント、ユーズフィックスとブレーキングディスタンスフォーパスを無効にします。ユーズフィックスとブレーキングディスタンスフォーパスは、トゥルーの場合、パス追跡減速に対してフィックスとパスブレーキングディスタンスが使用されます。詳細パネル、基本セッティング、ユーズセパレートブレーキングフリクションを無効にします。ユーズセパレートブレーキングフリクションは、トゥルーの場合、キャラクターを減速させて停止するためにブレーキングフリクションが使用されます。フォールズの場合、ブレーキングには歩行時の地面摩擦にブレーキ摩擦効果を乗算して使用されます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。少しマシになりましたね。6、AI エネミーの移動速度変更。AI エネミーの移動速度を状態に応じて変更します。特定のアクションを実行するときに AI エネミーの移動速度を変更します。移動速度用の列挙型を作成します。ENAMS フォルダを作成します。
右クリック、ブループリント、列挙型を作成します。列挙型は、表示名または文字列のコレクションです。表示名を命名して、使いやすくするリストです。名前をムーブメントスピードにします。ファイルを開きます。列挙詞を4つ追加します。アイドル、ウォーキング、ジョギング、スプリンティングの移動速度を追加します。保存して閉じます。ムーブメントスピード用の BPI 関数を追加します。BPII エネミーを開きます。プラス追加より新規関数を追加します。名前を BPIF ムーブメントスピードにします。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ムーブメントスピード、ムーブメントスピード型にします。アウトプットに変数を追加します。変数スピードバリュー、フロート型にします。コンパイルして保存します。BPI 関数ムーブメントスピードを実装します。BPI エネミーベースを開きます。インターフェースに BPIF ムーブメントスピードが追加されています。ダブルクリックして開きます。ノードを一旦切断します。キャラクタームーブメントコンポーネントを配置します。キャラクタームーブメントコンポーネントよりセットマックスウォークスピードノードを配置します。リターンノードにつなぎます。エントリーノードにつなぎます。マックスウォークスピードピンよりセレクトノードを配置します。エントリーノードのムーブメントスピードピンとセレクトノードのインデックスピンをつなぎます。列挙型内の各値に対してフロート値を設定できます。アイドルの場合は0に設定します。ウォーキングの場合は200に設定します。ジョギングの場合は300に設定します。スプリンティングの場合は500に設定します。コンパイルして保存します。移動速度用タスクを作成します。ビヘイビアツリー BPI エネミーベースを開きます。新規タスク、BT タスクブループリントベース。名前を BTT ムーブメントスピードにします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。ムーブメントスピードを取得します。コントロールドポーンより is バリットノードを配置します。コントロールドポーンより BPIF ムーブメントスピード、メッセージノードを配置します。is バリットにつなぎます。ムーブメントスピードピンを右クリックして変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にして、ビヘイビアツリーから値を渡せるようにします。最後にフィニッシュエクスキュートノードをサクセスを有効にしてつなぎます。コンパイルして保存します。ビヘイビアツリーに BTT ムーブメントスピードを追加します。BTT ムーブパトロールルートの後に追加します。パトロール中の時は移動速度をウォーキングにします。詳細パネル、ムーブメントスピードをウォーキングにします。前回作成したチェイスターゲットの先頭に BTT ムーブメントスピードを追加します。追跡中の時は移動速度をスプリンティングにします。プレイヤーを追跡している時は全力疾走し、パトロールしている時は歩きます。保存して閉じます。起動してみましょう。AI エネミーはスタート地点まで走っていき、パトロールルートに沿って歩いてますね。7、パトロールルートの存在確認。パトロールルートがあるかどうかを確認します。パトロールルートがない場合は、移動速度をアイドルにします。ビヘイビアツリーにデコレーターを追加します。デコレーターは、条件のようなものです。デコレーターフォルダを作成します。ビヘイビアツリー BTI エネミーベースを開きます。新規デコレーター、BT デコレーターブループリントベース。名前を BTD ハズパトロールルートにします。関数、オーバーライド、パフォームコンディションチェック AI ノードを選択します。一旦ノードを切断します。ゴーンが存在しているかどうかを確認します。コントロールドポーンより is バリットノードを配置します。パトロールルートが有効かどうかを確認します。コントロールドポーンより BPIF パトロールルート、メッセージノードを配置します。is バリットにつなぎます。パトロールルートピンより is バリットノードを配置します。is バリットノードはブール値を返します。リターンバリューにつなぎます。リターンノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ビヘイビアツリーのノードにデコレーターを配置します。パトロールルートがない場合は、パトロール用タスクを実行しないので、ルートからセレクターを追加します。名前をパトロールステートにします。パトロールシークエンスノードに、デコレーター BTD ハズパトロールルートを追加します。AI エネ
ミーがパトロールルートを所持している場合は、パトロールシークエンスに進みます。所持していない場合は、パトロールシークエンスに進みません。待機させるようにします。タスクを追加します。8、状態切り替え。前回作成したチェイスターゲットがあります。切り替えるにはセレクターノードを配置してつなぎます。特定の条件下では追跡状態になり、別の条件下ではパトロール状態になります。この状態は AI エネミーの状態によって異なります。保存して閉じます。AI エネミーの状態を表す列挙型を作成します。右クリック、ブループリント、列挙型、名前を AI エネミーステートにします。ファイルを開きます。列挙詞を5つ追加します。チェイスやパトロール状態は作成したので、チェイスステート、パトロールステートを追加します。何かを捜索している場合や、攻撃を受けて硬直状態の場合、説明している場合があります。フローズンステート、サーチステート、デッドステートを追加します。保存して閉じます。ビヘイビアツリーで使用できるように、ブラックボードにキーを追加します。ブラックボード BDI エネミーベースを開きます。新規キーより、列挙型を追加します。名前をステートにします。詳細パネル、キータイプを展開します。enum タイプを EI エネミーステートにします。保存して閉じます。ブラックボードキーステートに EI エネミーステートを紐付けます。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。変数、AI より、変数ブラックボード、ゲットノードを配置します。変数ブラックボード、ゲットノードより、セットバリュー ES enum ノードを配置します。前の処理につなぎます。リテラル enum EI エネミーステートノードを配置します。パトロールステートにします。enum バリューにつなぎます。キーネームを右クリックして、変数へ昇格します。名前をステートキーネームにします。一旦コンパイルします。詳細パネル、ステートキーネームをステートにします。コンパイルして保存します。ビヘイビアツリーにデコレーターを追加します。ビヘイビアツリーで、チェイス状態かパトロール状態かをチェックします。ビヘイビアツリー BTI エネミーベースを開きます。チェイス状態かパトロール状態かをチェックするには、既存のデコレーターを使用します。チェイスターゲットシークエンスを選択します。右クリック、デコレーターを追加。ブラックボードデコレーターを追加します。ブラックボードデコレーターは、条件がブラックボードキーに基づくデコレーターノードです。ブラックボードデコレーターを選択します。詳細パネル、ブラックボードキーをステートにします。状態が等しいかどうかをチェックしたいので、キークエリオ is equal to にします。キーバリューをチェイスステートにします。パトロールステートセレクターも同じように設定します。パトロールステートセレクターを選択します。右クリック、デコレーターを追加。ブラックボードデコレーターを追加します。ブラックボードデコレーターを選択します。詳細パネル、ブラックボードキーをステートにします。状態が等しいかどうかをチェックしたいので、キークエリオ is equal to にします。キーバリューをパトロールステートにします。保存して閉じます。起動してみましょう。AI エネミーが巡回してますね。AIC エネミーベースを開きます。リテラル enum EI エネミーステートノードをチェイスステートに変更します。起動してみましょう。追跡に切り替わりましたね。AIC エネミーベースを開きます。リテラル enum EI エネミーステートノードをパトロールステートに戻します。9、動的な状態切り替え。何かに反応して、AI エネミーの状態を動的に変更してみようと思います。チェイスステートとパトロールステートを切り替える関数を作成します。AIC エネミーベースを開きます。関数を追加します。名前をセットステート as チェイスにします。イベントグラフで、ブラックボードキーに代入したセットバリュー as オブジェクトとセットバリュー as enum を切り取ります。関数セットステート as チェイスに貼り付けます。エントリーノードにつなぎます。enum の値をチェイスステートにします。エントリーノードを選択します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数アタックターゲット、アクタオブジェクト参照型を作成します。ゲットプレイヤーキャラクターノードを削除し
します。オブジェクトバリューをアタックターゲットにつなぎます。関数セットステートアズチェイスを複製します。名前をセットステートアズパトロールにします。enum の値をパトロールステートにします。ターゲットに代入を削除します。エントリーノードの変数も削除します。ノードをつなぎます。イベントグラフに移動します。ディレイノードは必要ないので削除します。デフォルトのステートはパトロールにします。関数セットステートアズパトロールを呼び出します。コンパイルして保存します。状態を切り替えるアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ステートスイッチングにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、ボックスエクステンドを 100.0、200.0、100.0 にします。詳細パネル、ハイデンインゲームを無効にします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。アザーアクターより、BT プレイヤーをキャストします。変数を追加します。変数 BT enemy ベース、BT enemy ベースオブジェクト参照型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数 BT enemy ベース、ゲットノードを配置します。変数 BT enemy ベース、ゲットノードより、ゲット AI コントローラーノードを配置します。ゲット AI コントローラーノードより、AIC enemy ベースをキャストします。キャスト 2BT プレイヤーノードにつなぎます。フリップフロップノードを配置します。キャスト 2IC enemy ベースノードにつなぎます。AsIC enemy ベースより、関数セットステートアズチェイスを呼び出します。フリップフロップノードの A ピンにつなぎます。アタックターゲット、キャスト 2BT プレイヤーノードの AsBT プレイヤーにつなぎます。AsIC enemy ベースより、関数セットステートアズパトロールを呼び出します。フリップフロップノードの B ピンにつなぎます。コリジョンに侵入するたびに、追跡と巡回が切り替わります。コンパイルして保存します。レベルに配置します。詳細パネル、デフォルト、BT enemy ベースで、レベルに配置した BT enemy ベースを選択します。起動してみましょう。最初は AI エネミーはパトロールしています。コリジョンに侵入すると、攻撃してきましたね。ちゃんと追跡してますね。もう一度コリジョンに入ると、AI エネミーはアクションを終了後にパトロールルートに戻ります。その時フォーカスはクリアされてませんね。AI エネミーがパトロールルートに沿って移動している時に状態を変更すると、AI エネミーはスプラインポイントに到達後にプレイヤーのところへ移動します。AI エネミーはすでに行っているタスクを中断していないためです。タスクに優先度を設定します。Behavior Tree BT AI エネミーベースを開きます。チェイスターゲットのブラックボードデコレーターを選択します。詳細パネル、フローコントロールに、Notify Observer と Observer を中止があります。Notify Observer は、オンリザルトチェンジとオンバリューチェンジがあります。結果または値が変わった時に監視するものです。今回は、オンリザルトチェンジにします。オブザーバーを中心には、セルフとローアプライオリティ、オースがあります。ツリー内で現在実行中のすべてのタスクまたは任意のタスクに中止信号を送信します。セルフにすると、緑色になり、チェイス状態から変更された場合、チェイスターゲット配下のタスクが中止されます。パトロールステートも同じように、ノーティファイオブザーバーをオンリザルトチェンジにします。オブザーバーを中止をセルフにします。保存して閉じます。起動してみましょう。状態切り替えアクターのコリジョンに侵入すると、AI エネミーはパトロールルートの移動を中断して、追跡に切り替わります。もう一度コリジョンに侵入するとパトロールルートに戻り、巡回します。パトロールルートに戻るときフォーカスをクリアせずに戻ってますね。ビヘイビアツリーを開きます。パトロールシークエンスの先頭にクリアフォーカスタスクを追加します。レートにもクリアフォーカスを追加します。パトロールステートよりシークエンスノードを追加します。名前をアイドルステートにします。レートタスクをつなぎます。クリアフォーカスタスクを追加します。保存して閉じます。起動してみましょう。AI エネミーがパトロールしているとき、コリジョンに侵入すると、AI
AI エネミーは移動を中断して追跡に切り替わります。もう一度コリジョンに侵入するとフォーカスをクリアしてパトロールルートに戻り巡回してますね。設定ファイル。なんとかできましたね。実際に動かしてみないとわからないことが多いですね。巡回するエネミーを配置するメリットは、リアリズムの向上。敵が巡回することでゲームの世界がより生き生きと感じられ、プレイヤーの没入感が増します。緊張感とチャレンジの提供。動き回る敵が存在することで、プレイヤーは常に周囲に注意を払い、戦略を練る必要があります。それによりゲームの難易度が上がり、達成感も増します。戦略性の向上。敵の巡回パターンを観察し、敵の動きを読んで行動することで、プレイヤーの戦術が問われます。それによりゲームプレイがより複雑で興味深くなります。動的なゲームプレイ。敵が固定位置にいるのではなく巡回することで、ゲーム内の状況が常に変化し、プレイヤーが新たなシナリオに直面する頻度が増えます。探査要素の強化。プレイヤーは敵の巡回ルートを避けたり、隙をついて進行するために環境を詳しく調べる必要があり、ゲームの探査要素が強化されます。リプレイ価値の向上。敵の巡回パターンが変更されたりランダム化されたりすることで、同じレベルをプレイしても異なる体験が得られ、ゲームのリプレイ価値が向上します。学習効果とスキル向上。プレイヤーは敵の動きを学び、対策を立てることでスキルを向上させることができます。これにより、プレイヤーが自分の成長を感じやすくなります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。